H プラス M アトリエの野田博彦です。同じく H プラス M アトリエの野田美和です。住吉山手の家を建てる経緯ですけども、私たちは設計をしていく中で、お客さんにこういうプランがいいですよとか、こういう、材料がいいですよという提案をするんですけども、やっぱりこう実際の建築って空間なので、空間を感じてもらうっていうのが一番いいんじゃないかっていうことで、土地を探して、こういう環境のところで家を建てるとこういう、建物が家が建てますよっていう実際のものを見てもらおうということで、実際にこの家を、建てることで、空間を感じてもらえるっていうのが一番大きくて、アトリエ兼住宅という形で、完全な住宅ではないんですけども、それを建てることに、なりました。当然家を建てる時には土地を探すんですけども、私たちもお客さんにいろんな土地を見に来てくださいということで一緒に同行したりしてたんですけど、いざ自分たちの家を建てるという時にはやっぱりかなり苦労しました。いろんなところを見に行ったんですけども、ここの土地を見た時に実は売れ残ってるというか、なかなか難しい土地でした。神戸ながらの擁壁がありますし、全然手をつけてなかったということで、森のようになってまして、その上に、ガレージが古いガレージがついてて、見た感じ非常に怖い感じがしたので、多分一般の方にはなかなか難しかったと思うんですけども、私たちはここの環境こう右手の方には大きな緑が見えますし、そこは水道局の建物で、もう多分建物が建つことはないだろうということと、反対側にも非常に抜け感のある眺望があったので、一目見た時にこういう家が建つんではないかなというイメージが湧いたので、この土地を探しました。で、コンセプトですけども、これはもう私たちが設計する時に必ず一番最初初心の時から思ってることがありまして、できるだけシンプルであることと正直であることっていうのがコンセプトです。正直っていうのはどういうことかというと、特に材料ですけども、自然の材料で木、土、石というのがありますし、人工の工業製品なんかもコンクリートとかモルタル、鉄とかありますけども、合板もそうですよね。こういうものを正直に使っていこう。正直に使っていくってのはどういうことかというと、素材として使っていくので、その上に何かこうプリントしたものを貼り付けるとか、合板の上に石模様のものを貼り付けるとか、そういうことをではなくて、合板なら合板、コンクリートならコンクリートというふうに素材そのものを大切にしようっていうのがまず正直な材料の選択です。それからシンプルっていうのは家なのでいろんな、使い方とか用途とかあるんですけども、できるだけそういうことに深く丁寧に考えて、必要なものだけを残していこうっていうのがシンプルです。家って基本的に屋根があって、壁があって床があると、これで家の基本が成り立つので、
まずそこを丁寧に一つ一つ、必要なものだけを考えて計画しようという、それがコンセプトになってます。素材で一般的にはそういう使い方をしないだろうっていう使い方をしているところが何箇所かあります。一つはこの壁紙ですね。この壁紙は仕上げ材として使われているものではなくて、ペンキの下地材として使われているいわゆる紙、下地材の紙ですね。でもこの紙が私たちが見た時に非常に素材として美しいなっていうのがあったので、素材として利用しました。で、家は長く使うので、これが下地となってまたいつかこの上に左官で何かをこう塗るとかそういうこともできるので、長い目で見てまず素材下地で十分ではないかなっていうのを使ってます。それから床ですね。床もう一般的には床下があって、合板を貼るとかフローリングを貼るとかっていうやり方をするんですけども、床はコンクリートの上にモルタルっていうだけの仕上げです。当然非常に冷たくなるので、冬はここに床暖房、埋設の床暖房を入れてるんですけども、そのモルタルの中に床暖房だけを入れた時にどうなるかっていうのをこの家では実験として使ってます。どうなるかっていうのはもう多分クラック、日々が行ってくるだろうっていうのは想像がつくんですけども、もう本当に正直にそのままクラックも経年変化として楽しんでいくっていうのはどういうことなのかなっていうのを、私たちの家なので一回そういうのも体験してお客さんに見てもらうっていうのもいいんじゃないかなっていうことで、そういう使い方をしたりしています。この家の間取りですけれども、まず一般的な玄関というものは実は作ってなくて、こちらの窓ガラスのように見えるところが玄関になってます。で、ここから入っていただいてすぐにこの大きな一枚板のダイニングがあるんですけれども、ここが打ち合わせテーブル兼プライベートな場合は食卓として使っております。で、入って奥がアトリエの仕事場になっています。で、あと1階にはそれにプラスキッチンとお手洗いと納戸、非常にシンプルな形になってまして、この打ち合わせテーブル兼ダイニングとアトリエは本棚で仕切って空間としてはワンルームという形になっています。で、1階にあるキッチンは用途としてはやっぱりプライベートなゾーンになりますので、今回は独立キッチンということで空間をダイニングと分けるような形にしております。でも通常お仕事でない時にはやっぱりこの食卓にいる人と台所に立つ人が話ができるように、声が届くように引き戸で一体となって使えるような形にしています。で、2階なんですけれども、このワンルームの真ん中に階段をつけてまして、階段を上がって同じようにワンルームで畳の部屋とリビングとして使っているソファーを置いている空間があります。2階はもう完全にプライベートなゾーンになってまして、その畳のお部屋の方でお布団を敷いて寝る、休む。で、部屋は全く仕切っておりませんので、それぞれのお部屋は独立させることもできるし、一つの大きな空間として使うことができるようにもなっています。で、独立させるときは、私たちのうちの場合はカーテンで仕切るようにしておりまして、こういうカーテンですとか引き戸というような可変性のある仕切りをつけることで大きく使えたり、小さく個別に使えたり、融通が利く空間としています。で、お2階の方に、バスルームと
とクローゼットという非常にシンプルな間取りになっています。建物の外観としては木の箱っていうのが一番いいかなと思います。この土地を見に来た時に緑に包まれてるこの環境を見た時に、この環境自体を建築っていう人工物で壊したくないっていうのがまず思ったことです。で、どうしても人工物っていうのはこう幾何学的な形もう箱みたいなるので、できるだけその木箱であっても自然に馴染むような形状にしようということで、なだらかな切り妻と、斜めの壁っていうのをイメージしてまずそれを作りました。で、やっぱりそれだけでは家にはならないので、大きな窓を非常に景色のいい方向に大開口っていう形で大きな窓を取ります。それが、東と西側に大開口っていうのを取り入れました。その大開口っていうのはどういうことかというと、建物が建物として閉じるんではなくて、外とのつながりのある部分なので、できるだけなだらかに、緑と空に向かって曖昧な部分を取りたいっていう気持ちがあるので、そこは非常に丁寧に作るようにしました。具体的にはどういうことかというと、こういう大きな窓であってもどうしても窓なので枠があったり桟があったりするんですけども、それをできるだけ細く作ってます。それとできるだけそういう額縁のようにであったり外とつながっているような感じにするために、下部の枠は床の中に入り込んだような設計にしています。はい、建物の中のポイントというか、これは先ほどお話しした、できるだけシンプルな建物ということにもつながるんですけども、ざっとこの家のを表現すると、2階建て木造の屋根、梁、床、表し仕上げの建物ということが言えると思います。できるだけその建物の骨格というのを中から見えるように計画しています。これはもう正直という言葉にも置き換えられるんですけども、自分らが木造の建物に包まれてる、この中で生活してるんだよっていうことが非常によくわかるっていうことです。普通は一般的には天井には天井を張って天井裏というのがあって、天井裏の中の構造体、梁なんかは見えないようになってるんですけど、できるだけそれは見せるようにしてます。そうすることでメンテナンスっていうどういうふうに変化していくかっていうのをずっと経年変化も楽しめますし、管理もしやすいということで、そういう面では非常にシンプルであって、正直な構成になってるんではないかなと思います。一般的に一般的な建物っていうのは天井裏を張ってますよね。構造が見えないようにしてます。それはなぜかというとそういうところに、配線があったり配管があったり、建物の作る側の都合というか、そういうのもあるし、そういう融通の利くところを作ることでよってできるトラブルのないようにしてるということもある意味メリットではあるんですけども、私たちはあえてそういうところでなくて、もっと正直に、もしどうしても配管が見えるとか配線が見えるっていう場合でも見せてもいいんではないかなっていうぐらいのつもりでいつも計画をしてます。非常にシンプルな建物っていうのは作り方がよく見えます。いろんなことを上から覆いかぶさって作るんではなくて、極端なこと言うと日本側によく
例えられるんですけども、非常にシンプルに、一本の線を引くと、もうそれはもうずっと一本の線というのと同じように、線とかが非常にこの家はよく目につくだろうと思います。そういう意味で、例えば建具の枠ですね、そういうのに、できるだけ線をなくしたいっていうのがありまして、建具の周りの枠縁はないように計画をしています。あとそうですね、手すりですね。手すりも安全性を考慮しないといけないんですけども、できるだけシンプルに一本の線書きのように手すりを作ってます。あとそうですね、ジョイントですね。こういう梁と壁のジョイントももう直接目地のないようにもう直付けをしてます。2階の外部の窓枠もピクチャーウィンドウになるようにできるだけ額縁を見えないように隠して計画してますし、床もフローリングと畳、それから階段っていうところの張り分けももう胴面っていうんですけど、同じ高さにしてその間にはジョイントを入れないように作ってます。あと高さの調整、見た目の調整っていうかできるだけ同じ高さに物を揃えるということで、窓台の高さ、階段の手すり、壁の高さを合わせて作ってます。日本の昔の建物には非常によくあった手法だと思います。高さを揃えるっていうのは非常に空間を作るときには大切で、人間の感覚って何かがこう出てるっていうのは非常にそこに意識がいくんですね。同じように揃ってるとあまり意識がそこに行かないっていうのもあって、大切な部分を今回2階の窓を大切に向こうの視線をできるだけ外に向けさせたいということで2階に上がった時の例えば階段の手すりがそれだけ高いとなると抜け感っていうのがなくなるので、それは窓の高さに合わせてます。それは非常に低くなってるんですけど、安全性という面ではちょっと大人の空間っていう意味になるかもしれないですけど、その辺も何が大切かっていうことを考えながらお子様のいるお家だと、例えばそこを一本の手すりをもう少し増やすとか、できるだけ開放感のある手すりにするとかっていう方法を取りますけども、この家はできるだけシンプルにしたいということもあって低い手すりにしてます。まずこの家のコンセプトはできるだけシンプルであるということもあるんです。どういう意味かというと、年代を重ねていっても融通性の効く可変性の効く空間にしたいということがあるので、基本的には1階大きなワンルーム、2階にも大きなワンルーム、そこに、キッチンがあったり、収納があったり、トイレがあったり、お風呂があったりというのが仕切り大きな空間をただそのコーナーを作ってるという感覚で作ってます。そういう意味で、作り付けの家具っていうのをほぼ作ってません。家具を作り付けにしてしまうとそこ動かなくなるので、全てできるだけ置き家具、据え付け家具というふうに考えています。で、その家具をどういうもので作っていくかというと、正直なもので作りたいということで、例えば、テーブルは木板
で作ってます。これは木材屋さんに行って自分らがいいなと思う木を選んで、切ってもらって、テーブルにしてますし、家具、こういう家具なんかも本当はこういう無垢の本当の木で作りたいんですけども、費用ってどうしても費用っていうのがあるので、それであれば合板で正直に作ればいいんではないかということで、これは合板を切って、これは自作しました。これはまあ私が結婚する前から持ってた家具なんですけど、これは家具の作家さんにオーダーで作っていただいた家具で、多分他には全くない一点物の家具なんですね。もうちょっと木の塊のような家具で、非常に重たさも感じるんですけど、これはもう部屋の象徴として、なんかこうポイントとして重心になるような大きな重たい家具をしつらえてる。これはそれぞれのお家で持ってらっしゃるものとか、家を建てる時点で集めてらっしゃる家具とか、いろんなことがいろんなものをお持ちなんですけど、そのを見た上で、この家具はこの空間の核になるかなっていうものがあれば、こういうふうに背景をきれいな白い壁にして、そこに象徴的に置いてあげる。その上に何か花を飾ったりとか、日本のちょっと床の間に近い感覚で使ってもらえるような、そういう風な家具を置く場合もあります。この家の家具は私の持っていたものをそのままちょっと生かした形になります。この家で一番好きなところは、ここがいいっていう場所がないっていうのが好きですね。可変性とか融通性っていう意味もあって、できるだけ、固定しない、気持ちも固定しない、非日常が至るところにあるっていう風に作りたいと思ったので、ここで何をするとかいう風に決めないように、してます。実は1階がアトリエで2階が居室という大きなくくりはしてますけども、1階でご飯を食べることもあるし、2階で、くつろぐこともあります。打ち合わせを1階のテーブルですることもあるし、時には親しい、お客さんとかになると2階に上がってもらうということもありますし、日によって外の天候とか気候によっても、ここはいいなっていう風にできるような空間にしたいと思ってます。で、そういう意味で、据え付けというのではなくて、椅子にしても家具にしても移動できるように、そういう意味で、大きなワンルームっていう計画を基本の柱にして、最初から計画してます。私はやっぱり窓辺ですかね。やっぱりこの家の大きな特徴は、この大きな、東と西に開いてる大きな窓なんですけれども、これはやっぱりここの敷地に由来してて、ここの敷地だからこの開口がもちろん開けていられるんですけど、この雨の日も晴れの日も霧の日も雪が降っててもとても飽きない、もうちょっと仕事の効率が下がるぐらいぼんやり窓の外を見ているのがとても幸せで、とても楽しいです。もう台風の時もすごく楽しいもう窓の外で、安全な家の中で窓の外の揺れる木を見ていたり、本当に霧の日は、ここは六甲山から霧が落ちてくることがよくあるんですけれども、本当にちょっと幻想的な感じにもなって、
やっぱりここの家に来なければ感じれなかったし、この窓の大きさがなければそれは多分感じなかったなと思って、非常にやっぱり好きですね。どうぞ。小さなオブジェ。いや、オブジェ。オブジェだらけ。オブジェはまあ僕はこういう石ね。あとは宮さんかな。オブジェっていうのはちょっと暮らしの楽しみみたいなもので、ちょっと行った先々でいいなと思ったら衝動買いのものが多くて、この人のこれが好きっていうのはあんまりないんですけれども、そこの空飛ぶカエルとかそれは作家さんのカエルちゃんなんですけど、そういったものとか、あとちょっと色の綺麗な鳥の置物とか、自然な丸い石、要するに空間がシンプルなだけにそういったものもやっぱり生えてくる。やっぱり空間ってただただシンプルなだけではちょっと息苦しくなったりするんですけれども、そこに自分のプラスアルファで自分の家にしていけるっていうところがあって、割とこのシンプルな空間の中にカラフルな小さなものをちょっと置いたりするのが私は好きですね。設計をする上でいつも大切にしていることは、私たちの計画にも関係するんですけども、重複するんですが、やはり正直であるっていうことが何よりも大切ではないかなと思います。それは素材選びもそうですし、お客さんとお話しする内容にしても、私たちが考えてることも関係性も全て正直であるのが基本です。そうすることで、本当の気持ちが通じることができますし、何かもやっとして忖度するというような感じではなくて、何でも言い合える関係であって、やっといいものができるんじゃないかなということで、もう正直、とにかく正直であるということを大切にいつも考えています。そうですね。やっぱり一番は気取らない暮らしができる家がいいかなというふうにいつも思っているので、お客様と打ち合わせする時もできるだけ本音の本当に正直な気持ちをお話ししていただけるようにそこを引き出すように打ち合わせを重ねることが多くて、私たちが思っている価値観とそれぞれ価値観はやっぱり違うところがあると思うんですけど、でもやっぱり通じてる何かもあるし、その価値観をやっぱり大切にして作ることで、その人たちが住む時にやっぱり気負わないで、自分の家だなと思って落ち着いて暮らしていただけるような、そんな家を作りたいなといつも思って